サルーどうも、皆さん本日もお疲れ様です。今回はですね、まだ少し暑い日が続くんですけど、一足早く秋の食材を使った作り置きおかず3品っていうのをやっていこうと思います。3品となると一品あたりにそこまで時間はかけない方がいいと思うので、段取りよく進めていって、洗い物もそこそこ出ますから、それらも効率よく作業を進めていこうと思います。というわけで使う食材たちがこちらです。かぼちゃ、きのこ、さつまいも、あとはスペアリブ、鶏肉と大根、こんな感じですね。1品目はスペアリブと大根の煮込み、少し赤ワインの風味を効かせます。2品目はさつまいもを使ったペイザンヌ。ペイザンヌってフランス語なんですけど、料理によっていろんな意味があって、田舎風のサラダを意味する場合だったり、あとは正方形にカットしたものをペイザンヌって言ったりするんですね。で、今回は正方形にゴロゴロっとカットした野菜たちを使うので、今回で言えばそういう意味だと捉えておいてください。3品目が鶏肉のソテーとかぼちゃのブルテです。ブルテってちょっとトロッとしたピューレみたいな感じですね。はい、詳しいことは料理ごとに説明はしていくんですけど、これやってる作業は電気圧力鍋を使って塩コショウしたスペアリブですね、ソテーして焼き色をつけていきます。なんといっても煮込む時間が通常フライパンや鍋でやるときよりもだいたい2分の1ぐらいに時間を短縮できるっていうのがすごくいいところですね。焼き色をつけたスペアリブに赤ワインを加えて、あとは、みりんと醤油です。そして蜂蜜で甘みをつける感じですね。スペアリブってやっぱり豚肉の独特の風味があるんで、ちょっとね赤ワインとか醤油とか、蜂蜜でもいいんですけど、そういうのを使って濃いめの味付けにすることをお勧めしてます。で、さっきカットした大根も加えて、大根自体に味もしっかりとに含まれますし、あとは液体全体に大根の風味も広がって、割とねバランスが良くなると思います。で、黒胡椒をしっかりと使いたいんで、今回は、このミルサーを使って黒胡椒を攪拌させていきます。普通の胡椒引きでやってると結構時間かかっちゃうんで、今回はね量が量なんでミルサー使いました。で、これぐらいパウダーになるぐらい細かくします。で、これを加えましょう。こうするとやっぱり結構すごくね細かくなってるんで、胡椒引きより香りの広がり方が変わってきますね、だいぶ。さあ、そしてそこから60分前後放置します。で、洗い物はなるべく溜め込まないで、こういったミルサーはブレードの内側とかがスポンジで洗いづらいんですよね。そういう場合にこの花王さんのキュキュッとクリア泡スプレーを吹きかけておけば綺麗に汚れ落ちるんでおすすめです。蓋の部分も凹凸が結構あってスポンジ入り込みにくいんですよね。そういった時に本当これは重宝できると思います。さあ、そんな感じでスペアリブ1時間ぐらい煮込んでる間に、次はさつまいものペイザンヌ作っていきましょうか。今回の作り置きはどれも完成した直後もちろん美味しいんですけど、1日ぐらい味を落ち着かせた時がまたさらにぐっと旨味が広がってくるんで、より美味しく感じると思います。で、今回の量作っておけば、食べる量人数にもよるんですけど、 2,3 人であれば 4,5 日はいけると思うんですよね。なので休日を使って一気に作るとか、休日の午前もしくは午後どっちかを使って作り込んでおくといった形ですかね。ちなみにさつまいものペイザンヌで使う野菜は玉ねぎと人参、あとニンニク、そしてさつまいもで、色付けとちょっとハーブ感を足すためにパセリなどなど用意します。これ自体は非常に簡単でという言葉が正しいか分かりませんけど、正方形にカットしていく全ての野菜たちを。で、重要になってくるのは、僕が動画で何回も多分お話ししてることだと思うんですけど、
大きさをなるべく均一にする。なぜそれが重要かというと、大きさがバラバラになってくると火が入ってるものが出てきたり、火が入ってないものが出てきたり、はたまた火が入りすぎたものが出てきたりと、かなりムラが出てきちゃいますから、そうすると料理全体のクオリティにも影響するので、なるべく意識して同じ大きさにカットしましょう。さつまいもは皮剥いておきます。皮付きがお好きだっていう方がいれば、もちろん皮付いたままでもいいとは思うんですけど、ちょっとね、食感の部分とか考えて今回は皮剥いてます。ニンニクに関してはそんなに玉ねぎ、人参、さつまいもとかと比べて均一にカットっていうことは意識しなくてもいいんですけど、ちょっと粗めのみじん切りですね。ちょっとというかだいぶ粗めのみじん切りにしましょう。これに関してはほんと野菜だけで味付けするので、旨味を外から足さないので、ニンニクのねパワーが結構重要になってきますね。いろんなね旨味調味料とかあると思うので、このやり方見てちょっと味足らないなと思ったらお好きに足してください。ただ慣れてくればね、特にそれも必要なく、味が決まるとも思うので、分かりやすい旨味っていうのを特に必要としなくても、こういったパセリとか、今使うローズマリーとかでより深みを出していく、十分補填もできるのかなと思います。フレッシュのローズマリー手に入れるのが困難だっていう方は、スーパーに乾燥のローズマリーが売ってると思うので、そういったもので代用していただくのも手です。ローズマリーはやっぱりさつまいもとの相性がとても良いので、なるべく頑張って使っていただきたいアイテムの一つです。で、作り置きするとき、料理するとき全般に言えることなんですけど、洗い物はなるべく溜め込まないっていうことですね。こういったピーラーとかもスポンジでちょっと洗いづらいじゃないですか。そういう時にギュギュッとクリア泡スプレーです。意外とピーラー使った後って放置しがちなんですけど、すぐに洗うことでピーラーの刃の部分も長持ちするので、結果的に調理道具長く使えるっていうことにつながりますから、なるべくでいいので料理と同時並行で洗い物も終わらせていくと。そんなこんなで満を持してフライパンの登場です。フライパンというよりもどちらかといえば朝型の片手鍋なんですけど、フライパンでももちろん大丈夫です。今回用意した野菜がちょうど入りきるぐらいのサイズで作業を進めてもらえれば全然問題ないです。で、玉ねぎと人参ですね、まず蒸し焼きにして、でその後にニンニクとさつまいも、この順番です。こういった野菜料理の時は基本的に人参が火入りにくいんですよね。で、さつまいもは比較的火は通りやすいです。なのでさっき言ったような順番は必ず守った方がいいと思います。で、野菜ごとに塩を一振りすることも忘れない方がいいですね。その方が野菜の甘み、味を引き出しやすいです。そしてさつまいもに火が入ったら、刻んでおいたローズマリーとカレー粉を軽く振ります。これでこの野菜全体がさらに美味しく感じますから、もし余裕があれば柚子とかそういったものを絞って少しフレッシュな柑橘感をプラスしても美味しいんじゃないですかね。いい具合に火が入ってきました。さあこれで、タッパーに引き上げましょう。もうある程度熱い段階で容器に移して問題ないです。ここから常温で温度を落としていくんで。でそのまま次の3品目ですね。鶏肉のソテーとかぼちゃのブルテです。かぼちゃはレンジで火を入れていきます。軽く一塩してかぼちゃの旨味を引き出しておきましょう。皮は最終的に取るんですけど、レンジで火を入れるときは皮付きでいいです。でしっかりラップします。だいたい600ワットで5分から6分ぐらいですかね。その間にきのこもカットしておきましょう。食感とあとこの風味ですね、それをプラスするためのきのこです。スーパーで比較的手に入りやすいお好きなきのこ3種類から、多くて4種類ぐらい用意してもらえればと思います。マッシュルームはできれば入れたいですね。マッシュルームあるとより美味しくなります。あと個人的にすごく好きなんで。鶏もも肉は数日分なんでだいたい3枚ぐらいは焼きます。で塩して味を含ませておきましょう。さあそれでかぼちゃ火が入ったんでカットしていきましょう。
十字に包丁入れて、で、皮から外します。こういうのは熱いうちにねやっちゃった方が作業の効率がいいと思うんですよね。熱くてねちょっと触んの大変ですけど。で、こういった何かしら攪拌しやすい容器に入れてブレンダーでピューレにしていきます。かぼちゃはシナモン相性いいですから加えます。苦手な方はねもちろん無理して入れなくていいんですけど。で、チキンブイヨン、市販の顆粒でこうお湯で溶くやつですね。今回はチキンブイヨンだけで伸ばしたんですけど、これ牛乳半分ぐらい加えても美味しいと思うんで、牛乳を好きな方はぜひトライしてみてください。アーモンドミルクとかでもいいですね。アーモンドミルクいいな。はい、じゃあ、かぼちゃの準備はもうこれでできたので鶏肉を焼いていきます。今回枚数多いんで身の方にさっと火を入れて、その後皮の方をパリッと焼いていこうと思います。本当もう身のね色が変われば OK です。で結構油出てきますから、これはペーパーで拭っておきましょう。油に水分も含まれてるんで、それをしっかりと取り除くと皮目がパリッと香ばしく焼きやすくなると思います。だいたい身の方はひっくり返して火を止めて余熱で十分じゃないですかね。でさっきの鶏肉のこう美味しい肉汁ですね、フライパンに残ってるんで、それをうまくきのこに吸わせていきます。きのこはねやっぱり水分がたくさんあって、それがこう半端にソテーするとちょっと味がぼやける原因になりますから、しっかり水分を飛ばしていきます。これできのこの旨味がギュッと詰まるんで、ぜひねこれをやってほしいですね。で焼き色がついてきたら白ワイン、これで白ワインの酸味がっつり飛ばします。水分がもうほぼなくなったなと思ったら白胡椒で味を整えましょう。はい、それで焼き切った鶏肉は4等分にカットします。食べやすい大きさであれば何でもいいんですけど、6等分の方がいいという方は6等分とかでもいいんじゃないですかね。仕上げには白胡椒で、さっき作っておいたかぼちゃのブルテ、こんな感じで移します。あとソテーしておいたきのこです。こう最終的に容器にかぼちゃのブルテ、きのこ、鶏っていう順番で入れて、で、お皿に取り分ける時にうまくこうそれらが混ざるような感じにします。はい、この時も、洗い物をためないでおきます。トングとかこのね内側のこの溝の部分なかなか洗いづらいじゃないですか。こういうのもスプレー吹きかけて油汚れバッチシ落としておきます。そしてこのブレンダーの内側、これはねスポンジがとにかく届かない。こういう時にこのキュキュッとのクリア泡スプレーめちゃくちゃ役立ちますね。かぼちゃとかああいう色物の野菜とかラー油とかもそうですけど、スポンジで洗うとスポンジに色つくじゃないですか。あれねテンション下がりますよね。他の洗い物にもこう色移っちゃうんじゃないかっていう、そういった心配がないっていうのがね大変気に入ってます。さあそうこうしてるうちに放置しておいたスペアリブも完成です。もうこれでもかっていうぐらい柔らかくなってます。で電気圧力鍋便利なんですけどパーツが多いんですよ。細かいし、特に圧力鍋はこう匂いが残るんですよね。スポンジで洗っててもね意外と匂い残るっていうところがあるんで、そういうのを解決してくれます。今回の改良で洗浄力もアップし油汚れにも強くなったそうで、すぐに洗えない時もとりあえずシンクに入れて一吹きかけておくとかなり変わってきます。手も汚れないし、やっておくと後がだいぶ楽になるんで、これはもう割とマジで手放せない感じになってきてます。というわけで全部作り置き終わったんで食べていきましょう。です。お、一仕事終わった。かぼちゃときのこをあえてね混ぜないで上と下に分けるっていうのがねポイントなんですよ。これはうまい。かぼちゃにねシナモンがめちゃくちゃいい具合に効いててうまいですね。鶏肉うまっ。こっちはさつまいもの甘みとスパイシーさが合ってますね。抜群です。
こういう風に作り置きして、これがスッと冷蔵庫から出てきてよそって食べるだけっていうのは超絶便利なんじゃないか。ローズマリーがまた効いてるんでね、ローズマリー手に入る人は絶対入れてほしいわ。柚子を絞ったっていうこの起点の効き方が素晴らしい。圧力鍋で煮てるからだいぶ柔らかくなってると思うんですよね。液体のね濃度はそんなにがっつりついてないから、その分あっさりしてて食べやすいと思うんですよね。めちゃくちゃ柔らかい。これはめちゃくちゃ柔らかい。味染みてんな。これだけ黒胡椒効いてるといいっすね。うめえ。もうね、やっぱ醤油と赤ワイン、この割合がめちゃくちゃ良くて、でそこに蜂蜜の甘み加わってて、黒胡椒のこのキリッとした感じ。もう黒胡椒の感じもよくマッチしてる。作り置きなんでね、休ませるごとに日を追うごとに美味しくなるんで、馴染んできますからね。普通に4、5日保存も効くし、いやーこれはねもうほんと作り置きにおすすめ。はい、というわけで秋の食材を使った作り置き3品でした。何かこう真似できそうなものがあればぜひ参考にしてもらえたらと思います。そしてですね、やっぱりこう洗い物の段取り、作業効率っていうのは料理をする上では欠かせない部分なので、今回使用したキュキュッとクリア泡スプレーは強い味方になると思います。体感では洗い物時間がだいたい2分の1ぐらいになるんじゃないかっていうぐらい便利です。ぜひこういった情報も日々の生活に役立てて楽しい食生活送ってください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。